Hello everyone! Today's my dish is made from my local ingredients. So I speak mainly in Japanese, so I'd appreciate it if you could watch it in your first language with subtitles. So touch the button marked CC in the top right corner of the screen to turn on the closed caption function, or press the three dots to select the subtitle function and choose your first language. Thank you! 皆さんこんにちは、クレチャンネルです。ここはですね、母が家庭菜園をしている畑です。そら豆がなってます。私の地元、喜界島はそら豆が旬の時期を迎えています。今日はこのそら豆を使った簡単なそら豆ポタージュを作りたいと思います。それでは早速材料を紹介します。はい、これらが今日使う材料です。さやから実を取ったそら豆 400g、 玉ねぎ1/2、豆乳 200cc、 お水 200cc、 コンソメキューブが2つ、 20g バター、そら豆を茹でるための塩大さじ1です。それでは最初に玉ねぎを細切りにします。それでは次にお鍋に1リットルの水を加え、強火で沸騰させます。大さじ1の塩を加えてしっかり混ぜ、そら豆を入れて2分30秒から3分ほど茹でます。時間になったら火を止めてざるにあげます。余談ですが、湯切りしたこのそら豆に塩を振って食べるだけでも最高に美味しいです。それでは次に材料を鍋に加えていきます。火力を中火に設定してバターを加えます。バターが溶けたら玉ねぎを加えて火が通るまで炒めます。バターの代わりにサラダ油で代用しても大丈夫です。それではこのように玉ねぎに火が通ったら茹でたそら豆を加えます。次にお水 200cc、 豆乳 200cc を加え、最後にコンソメキューブ2粒を加えます。顆粒のコンソメを使用する場合はだいたい小さじ2杯程度の量を加えてください。そして中火で5分ほど煮込みます。それでは3分ほど経過しました。このように豆乳からアクが出てくるのでスプーンで取り除いてください。アクを取り除くことによって食べた時の渋みやえぐみを取り除くことができます。はい、これで5分経過しました。次にペースト状にしていきます。それではこのハンドブレンダーを使ってそら豆と玉ねぎをペースト状にしてポタージュスープにしていきます。ハンドブレンダーではなくてミキサーを使っていただいても同じように美味しく作ることができます。どちらでもご自宅にある調理器具を使って作ってください。スープはお好みの食感に合わせて攪拌してください。私が今作っている分量でスープにすると水分量は少なめなのでなかなか濃厚なそら豆ポタージュが出来上がります。それと私が使っているこのそら豆についてなのですが、これは喜界島の在来品種のそら豆です。一般的なそら豆と比べると小粒で薄皮が厚い特徴があります。ですが味は濃厚で風味を強く感じることができます。なのでスープにしてもとっても美味しいです。はい、これで綺麗な黄緑色のそら豆ポタージュの完成です。そら豆ポタージュをお皿にサーブして最後にそら豆をトッピングしたら出来上がりです。はい、こんな感じで完成しました。ご覧の通り本当に濃厚な美味しいそら豆スープです。もう少しまろやかな味わいに仕上げたいときは豆乳の量を 200ml から 300ml に増やして作ってみてください。あなたが住んでいる地域でもそら豆の美味しい季節が来たらぜひ作ってみてください。それでは皆さんご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。